準備はどうですか？いつでも大丈夫です。荒玉の処分を開始しましょう。次、お願いします。いいペースで処理できてますね。お疲れ様です、さつきさん。少し休憩にしましょう。休憩は必要ありません。安全マージンを考えると休んでほしいんですけどね。次からは強力な荒玉も出てきますし、万全な状態じゃないと少し厳しいですよ。問題ありません。わかりました。さつきさんがそうおっしゃるなら続けましょう。ですが少しでも危ないと思ったら言ってくださいね。はい。では次行きますよ。お牛型。さつきさん？さつきさん、どうしました？さつきさん。ここは確か私は研究所で。目覚めたんだね、よみお姉さん。はい、おはようございます、つば九郎さん。おはようございますじゃないからね。このまま起きないんじゃないかって心配したんだよ。そうですね。どうやら少し頭が回転していなかったようです。私はバンさんの研究所にいたと思うのですが。心配だったからこっちに連れてきてもらったんだよ。私ここでお留守番してなきゃいけなかったから。そうでしたか。ありがとうございます、つば九郎さん。もういいよ。それより研究所のお姉さんのところにそんな強い荒玉いたっけ？弱っちいのしかいなかった気がするんだけど。そうですね、通常の荒玉でした。だったらなんで怪我したの？それは話すと少し長くなりますが、聞きますか？聞かせて聞かせて。小学生の頃です。私は荒玉事件に巻き込まれました。小学生の頃です。私は荒玉事件に巻き込まれました。もしかしてその事件の荒玉と研究所で出た荒玉が同じだったとか？なぜわかったのですか？そんなの誰だってわかるよ。他に可能性ないじゃん。そうですか。ではこれ以上話す必要はありませんね。よみお姉さんの昔の話もっと聞きたい。どんな子供だったの？どんなと言われても普通の小学生です。普通の女の子でした。もうちょっとなんかない？特にないから普通です。ともかく幹線道路にお牛型の荒玉が出没し、自動車数台を大破させるという事件があったんです。私ももう少しで潰されるところでした。怪獣映画みたいだね。はい、生きた心地がしませんでした。ですが直後に到着した連符の都市小隊に助けられ、私は無事生還することができました。すごいタイミング。誰か知ってる人いた？
後から知ったことですが、その閉じ正体を指揮していたのが高津学長です。そうだったの？はい。いつか恩返しがしたいと思っています。恩返しって何するの？もっと荒玉を倒すとか？そのようなものです。あれ以降、大牛型荒玉と対峙したことはなかったのですが、どうやら体が恐怖を覚えていたようですね。なら大牛型荒玉を切っちゃおうよ。はい？負けっぱなしだから怖いんだよ。一回切っちゃえば平気になるんじゃないかな。そうでしょうか。いいえ、そうですね。いつかそうなることができれば。というわけで研究所に行こう。お姉さん、大牛型荒玉準備して。つば九郎さんと意識が戻ったんですね、さつきさん。ご心配をおかけしました。いえいえ、こちらこそ。で、大牛型荒玉でしたね。すぐ用意しますが、つば九郎さんの準備は大丈夫ですか？違うよ、戦うのは私じゃなくて読みお姉さんだよ。さつきさんがですか？つば九郎さん、おそらく私はあの荒玉を前にするとまた体が硬直してしまうと思います。それの克服に来たんだから、そんなの分かってるよ。大丈夫、読みお姉さんが危なくなったら私が荒玉を切ってあげるから。そしたらそのうち慣れるよね。まあ、それなら危険はないですかね。私の精神が危険だと思うのですが。わかりました。現場で体が動かないのは困りますのでお願いします、つば九郎さん。ではバンさん、始めてください。ここで大牛型荒玉に慣れておきましょう。どうやら恐怖に慣れてきたようです。倒せそう？やってみますが。怖い。体が震える。やはりこの恐怖はそう簡単に拭えない。ですが攻撃を受けることができました。気を抜くと潰されてしまいそうですが、今の私はこの攻撃を受けきれる。私の言った通りでしょ。そうですね。ありがとうございます、つば九郎さん。